は朝ごはんにぴったりなアボカドトーストのワンプレートを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、アボカドトーストワンプレートを作っていきたいと思います。今回はですね、じゃじゃん、こちらナチュレめぐみ植物生まれ、こちらをですね、より美味しく食べるためのワンプレートレシピをご紹介していきます。このナチュレめぐみ植物生まれなんですが、なんと低糖質で低カロリー、さらにコレステロールゼロというね、とても嬉しい商品なんですが、アボカドと相性が抜群なので、一緒にワンプレートとしてレシピをご紹介していきたいと思います。材料も手軽なもので作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにサイドディッシュのサラダチキンの材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏胸肉、お水、お酒、お砂糖、塩、サラダチキンはこちらの材料で作っていきます。まず鶏胸肉ですね。こちら1枚約 200g の鶏胸肉になります。この鶏胸肉の大きさはお好みのものを使っていただいて OK なんですが、その分加熱時間は調整して作るようにしてください。そしてあとはね、お水、お酒、お砂糖、塩、味付けはね、こちらのシンプルな味付けで行っていきます。では作っていきます。まずですね、胸肉の皮を取り除きます。今回はね、取り除いて作っていきます。このように取り除きます。そしてフォークで全体に穴を開けてください。そうすることで味が浸透しやすくなるのと、お肉もね、柔らかくなりやすくなります。このようにね、穴を開けてください。そしたら続いて耐熱の容器を用意してください。ここにお肉を入れます。そしてまずはじめにお肉全体にお砂糖をすり込んでください。最初にね、お砂糖をすり込んでいただくことで、お肉がしっとり柔らかい仕上がりになります。塩と一緒にやってしまうとね、砂糖が中に浸透していかないので、必ず一番最初にすり込みます。ちょっとツヤが出てくるまでね、すり込んでみてください。はい、OK です。このようにツヤが出て、お砂糖がね、8割ぐらい溶けた状態になれば OK です。そうしましたら続いてここに塩ですね。こちらは味付けです。全体にすり込みます。そしたら続いてここにお酒。こちらは臭み取りですね。そしてあとはお水です。このようにお水も少し入れることで、お肉にね、ゆっくり熱が入ってしっとりね、柔らかく仕上げることができます。軽く混ぜます。そしたらふんわりラップをかけてください。そして表面に数箇所爪楊枝で穴を開けます。こちらは空気の出入り口になります。それではこちらを電子レンジ 600W で2分30秒まず加熱していきます。 500W の場合はプラス10秒から20秒ほど加熱してみてください。はい、加熱しました。そしたらやけどしないように一度ね、ラップを少し剥がします。そしてお肉をね、一度裏返します。今ね、だいたい8割ぐらいですね、もう火が通ってる状態です。そしたらもう一度ラップをしてください。電子レンジ 600W で1分加熱していきます。はい、1分加熱しました。そしたらね、今度はラップを一度剥がします。この時もやけどには注意してください。そしてお肉にね、両面きちんと火が通ってるかチェックしてみてください。そしたらですね、このお肉にピタッとラップを貼り付けます。こちら乾燥を防ぐためですね。やけどしないように注意してください。そうしましたら最後は余熱で仕上げていきます。このまま10分から15分ほど置いてください。それでは続いてサラダ類の材料をご紹介します。材料はこちらです。ミックスサラダ、ミニトマト、卵、こちらの材料を使っていきます。サラダに関しましてはお好みのものを使ってください。そして卵ですね。こちらはゆで卵にしていきたいと思います。では作っていきます。沸騰させたお湯にこちら分量外です。塩をね、小さじ1/2ほど入れてください。茹でるお湯に塩を加えていただくことで、卵の殻にひびが入って白身が飛び出てしまっても、その白身をすぐ固めることができます。なのでこちらは予防策として入れてます。そしたら卵をそっと入れましょう。こちら冷蔵庫からすぐ出しの卵になります。こちらを8分間茹でていきます。茹で時間はお好みで調整していただいて OK です。
はい、時間になりました。火を止めます。火を止めたら氷水の中にすぐ入れてください。そしてこのまま10分ほどね、氷水で冷やしましょう。ゆで卵に関しましては、茹で上がったらすぐ氷水で冷やさないと殻が剥きにくくなるので、必ずすぐ氷水で冷やすようにしてください。それでは続いてサイドディッシュのキャロットラペの材料をご紹介します。材料はこちらです。人参、ミックスナッツ、蜂蜜、オリーブオイル、レモン汁、塩、黒胡椒、こちらの材料で作っていきます。ミックスナッツに関しましては、もしアレルギーをお持ちの方はこちらは抜いて作ってください。そして蜂蜜に関しましても、1歳未満のお子様が召し上がる場合はお砂糖で代用して作ってください。その場合も小さじ1/2ぐらいからお好みで味を調整してみてください。では作っていきます。まずね、人参の皮を剥いてください。もちろんね、皮付きのままね、作っていただいても OK です。そしたらこちらを薄くスライスします。手を怪我しないようにね、注意してください。この後千切りにするんですが、千切り用のスライサーを使っていただいてももちろん OK です。こちらをね、千切りにしていきます。このように千切りしたらこちらをボウルに入れましょう。では続いてミックスナッツを刻みます。こちらを適当にね、刻んでいただいて OK です。そしてこちらも刻んだらボウルの中に入れましょう。では味付けしていきます。まずここに蜂蜜、そして塩1つまみぐらいですね。続いてオリーブオイル、あとはレモン汁、そして黒胡椒を入れます。これをよくあえてください。はい、キャロットラペはこれで完成です。このままね、少し味をなじませておいてください。それでは続いてアボカドトーストを作っていきます。材料はこちらです。食パン、アボカド、クリームチーズ、有塩バター、オリーブオイル、黒胡椒、こちらの材料で作っていきます。まず食パンに関しましてはこちらは6枚切りの食パンを使っていきます。こちらはお好みのパン類を使っていただいて OK です。そしてアボカドですね、こちらは1/2個使用していきます。そしてですね、今回はクリームチーズとバターを合わせて食パンに塗っていきたいと思います。もしクリームチーズがない場合はバターまたはマーガリンだけでも OK です。オリーブオイルと黒胡椒に関しましてはこちらはトッピングで使用していきます。まず食パンを半分に切ります。そしてこちらをね、トースターで一度焼きたいと思います。焼くか焼かないかはお好みで OK です。では続いて食パンをね、焼いている間にクリームチーズとバターを合わせておきましょう。クリームチーズもバターもですね、もし冷蔵庫からすぐ出しの場合はレンジで5秒から10秒ほど加熱して、そして柔らかくしていただくといいかなと思います。ただ溶かさないようにだけ注意してください。そして2つをね、練り合わせていきます。はい、クリームチーズバターはこれで完成です。では続いてアボカドを切ります。まず包丁でね、くるーっと一周させてください。そして一周したらアボカドをひねります。キュッと。はい、こんな感じです。今回はこちら側を使っていきます。このアボカドのね、皮を剥きます。よいしょ、ペリペリペリと剥がしてください。そして皮を剥いたらアボカドをスライスします。だいたい5ミリ幅ぐらいでね、スライスしてください。アボカドはこのようにスライスします。そうしましたらトーストしたね、食パンにクリームチーズバターを塗ります。そしてここにアボカドをね、乗せていきます。こちら側も同じように乗せていきます。あとはね、プレートに乗せてからトッピングしていきたいと思います。では最後にナチュレめぐみ植物生まれを使ったレシピをご紹介します。材料はこちらです。ナチュレめぐみ植物生まれ、バナナ、冷凍フルーツ、蜂蜜、こちらの材料を使って作っていきます。まずオープニングでもご紹介したんですが、こちらナチュレめぐみ植物生まれは低糖質、低カロリー、コレステロールゼロの商品になります。1点ね、注意していただきたいのが、こちらの商品はですね、乳製品が含まれておりますので、アレルギーをお持ちの方はちょっと残念なんですが控えてください。そしてあとはですね、こちらにバナナと冷凍フルーツ、そして蜂蜜をトッピングしていきたいと思います。蜂蜜に関しましても、こちらは先ほどもお伝えしましたが、1歳未満のお子様が召し上がる場合は控えてください。その場合はね、お好みの通りを少し入れていただくといいかなと思います。材料もね、すごく手軽なものなので、忙しい朝でもね、パパッと簡単に作って食べることができます。
では作っていきます。まずトッピングのバナナですね。こちらは適当に食べる分だけね、スライスしてください。このぐらいスライスします。冷凍フルーツに関しましてはこちらを解凍させたものを使用してください。続いて容器の中にナチュレ恵み植物生まれを入れていきます。中身はこんな感じになってますね。お好みの量ね、入れていただいて OK です。このように入れたらフルーツをトッピングしていきます。まずはバナナですね。お好みの量入れてください。続いて冷凍フルーツですね。そして最後は蜂蜜をかけます。トッピングはね、お好みでやってみてください。それではこちら粗熱が取れたので切っていきます。サラダチキンはこのようにとてもしっとりとみずみずしい仕上がりになってます。そしてきちんとね、火も通った状態になってます。それではゆで卵の殻を剥いていきます。まず丸い方のお尻部分ですね。ここにひびを入れます。そして一皮剥いてください。あとはね、殻を剥いたところに親指の腹を引っ掛けて卵を撫でるように剥いてみてください。そうするとね、つるっと剥くことができます。このようにつるっと剥けました。そして半分に切るんですが、切るときはこのように糸を使っていただくと断面がとても綺麗になります。まずこんな感じでね、くるっと糸を回してください。そして糸を引っ張ります。よいしょ。いきます。じゃじゃーん。はい、卵はこのようにとてもしっとりとした仕上がりになってます。それではね、最後並べていきます。まずここにアボカドトーストですね。はい、続いてナチュレ恵み植物生まれをセットします。続いてサラダですね。ここにミニトマトも適当にのせます。はい、続いてサラダチキンです。あとはゆで卵ですね。キャロットラペを置きます。そして最後アボカドトーストを仕上げます。こちらにオリーブオイルです。そして黒胡椒を散らします。はい、これでワンプレートの完成です。はい、これでアボカドトーストワンプレートの完成です。こんな感じに仕上がりました。こちらがアボカドトーストです。そしてキャロットラペにゆで卵、そしてサラダにサラダチキン、そして最後こちらはナチュレ恵み植物生まれのフルーツ&蜂蜜がけです。このように蜂蜜をかけて、あとはお好みでフルーツと一緒に召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずキャロットラペからいただきます。人参もシャキシャキでナッツがアクセントになっててすごく美味しいです。では続いてサラダチキンもいただきます。すごくしっとりしてますね。アボカドトーストもいただきます。クリームチーズバターとアボカドの相性が抜群です。卵もいただきます。半熟加減が最高です。では最後こちらナチュレ恵み植物生まれのフルーツ蜂蜜がけもいただきます。蜂蜜のコクのある甘さと相性抜群です。そこにフルーツの酸味も加わってすごく美味しいです。すっきりとした味わいなのでペロッといけちゃいますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のアボカドトーストワンプレートのポイントです。まず今回はですね、このナチュレ恵み植物生まれをより美味しく食べるためのアボカドワンプレートトーストをご紹介しました。このナチュレ恵み植物生まれはですね、低糖質、低カロリー、さらにコレステロールゼロになります。なので糖質を控えてたり、カロリーを少し抑えたいなとか、コレステロールがね、ちょっと気になる方にはね、すごくおすすめかなと思います。さらにこちらはですね、エンドウ豆由来でできていて、タンパク質と食物繊維も含まれてます。その他にもですね、このようにワンプレートでいろんな栄養をバランスよくとっていただくと、より栄養満点でさらに美味しく召し上がっていただけると思います。もちろんね、このまま召し上がっていただいても美味しいんですが、ここに蜂蜜と、あとはね、フルーツの酸味を加えて食べるとすごく美味しいので、ぜひこちらの食べ方もやってみてください。ただ1点ね、注意していただきたいのが、こちらの商品に関しましては乳製品が含まれていますので、乳製品のアレルギーをお持ちの方は控えていただけたらと思います。あとは今回ね、レシピに蜂蜜も加えてるんですが、1歳未満のお子様が召し上がる場合は蜂蜜は抜いて作っていただけたらと思います。その場合はお好みの糖類や、あとはフルーツのジャムなんかでも美味しく召し上がっていただけます。そしてアボカドトーストのポイントなんですが、アボカドはですね、放置しておくと変色しやすいので、食べる直前に切ってトーストの上に乗せていただくといいかなと思います。そしてあとは簡単にできるサラダチ
チキンとあとはキャロットラペもご紹介しました。サラダチキンは電子レンジで簡単に作れて、キャロットラペもね和えるだけなのですごく簡単です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はアボカドトーストワンプレートを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。